助六太鼓の代表をします今泉豊と申します。できてまだ52、3年目なんですけども、もともとは東京の本当にお祭り好きな人たちが集まって始まったのがその始まりなんですけども、ほとんどオリジナルで作って演奏したりしています。もともと小学校から盆踊りの体育やってたんですよね。でお祭りが好きで、伝統芸能も民族芸能みたいなもんですから、そんなに厳しいとかしきたりとかはなかったんですよね。わりかし若い人が集まって、楽しくやってたみたいな感じですね。自分では覚えてないんですけど、3歳に始めて、中学校上がる前だから小学校ぐらいの時からもう一生太鼓やるって思ってました。これはもう本当先生父の人柄ですね。もうなんか本当楽しいことが大好きで、それを追い求めてね生きてるような人なので、アットホームな雰囲気で誰が来てもいいし、いなくなってもまたいつ戻ってきてもいいし、だからうち破門っていう制度がねほとんどないんですよ。もう一回門下生になったらもうやめてもいつ戻ってきてもいいよっていう体制でずっと受け入れるような体制なんですよね。助六太鼓って最初にメンバーが6人ぐらいいて、その人たちで立ち上げたグループで、初代の代表はその父の先輩にあたる人だったんですね。太鼓の先輩にあたる人が代表で、助六太鼓がなくなっちゃうってなった時に、じゃあ自分が残すって言って父が残していく決断をして、そこからずっと一人でやってきたんですよね。その守っていくのを。でいろんな人が入ってきても出てってしまったりとか、いろんなね人間関係があっていろいろ辛い思いをしても、その太鼓を残して助六太鼓を残してくれたことにはもう本当に感謝しかないし、ありがとうって本当に思ってるんですけど、だからそういう人だからこそ結構ですよね、言ってしまえば自分本位なところとかがあるので、そういうところを乗り越えてでもついていきたいだけの魅力がある人間ではあるんですよ。そこの葛藤ですよね。どこを我慢してどこを押し出していこうかなっていう人間としての葛藤と、その太鼓やっていきたいっていう技術とか精神的な葛藤をどう折り合いつけていくかっていうのが難しいところではあるかなと思います。若い時なんか本当に、テレビ局なんかでもね、昔一番僕は分かったのに、舞台なんかでも今見てみんな本当子供とか孫みたいなのいっぱいいるんで、なんかね不思議な感じがしてね、嬉しいような感じがね。いろんな太鼓あるんですけども、東京っぽいっていうか江戸っぽいっていうか、なんか力的な設定な感じがしてるんですよ、自分では。いろんなショーをやってるおかげでいろんなリズムだとか打ち方とかアレンジだとかどんどん進化してくるんですよね。もう本当に何回やっても飽きないっていうか、そこが魅力だと思うんですよね。魅力はもう本当ね誠実なんですよ、太鼓っていう楽器に対して。自分がよく見えるために太鼓を使うのか、太鼓がいい音を出せるために自分が太鼓をやるのかっていうのがグループとか自分たちのやりたいことによって全然違うんですけど、和太鼓の人たちって。私はその太鼓の一番いい音を鳴らしてあげようっていうスタンスで、その上で自分たちが綺麗に見えるとかかっこよく見えるとかっていうのがあるところが好きです。あとジャズみたいっていうか、息を感じながらね、アドリブが多くてやったりとか、それがやっぱりやってる人見るのが面白いっていうかね。技術と打ち込む時のどういう気持ちを持って打つか、ただ譜面通りやったりとか派手なパフォーマンスじゃなくて、本当にみんながみんなの一つをね思いやりながらね打つっていうのが、それがまた気持ちを合わせるってのが一番難しいんですよね。だからテクニックとかパワーっていうのはね練習すればいいんだけど、その気持ちを合わせて一つのねアンサンブルするっていうのが一番なんか難しいっていうか、またそれが醍醐味っていうかね。私が思うに、なんかその伝統芸能とかそういうのってどこか自分は一歩引いて見てるみたいな人が多いと思うんですよね。その伝統を自分たちが紡いでいってる途中で、その先にある長いものが後で見た時に伝統って呼ばれるものなのに、伝統だっていうふうに敬遠したりとか、これはまた自分の生活とは別のものだっていうふうに
こうなってるのを見るとちょっと寂しいなと思って、私たちが作っているものこそが伝統だし、人間が作ったものが全て文化ですから、なんかそれが続いていくのが伝統だと思うんですよね。だからもうどんなに短くても長くてもそこにちゃんとした意志とか信念とかがあれば何でも伝統って呼べるものにはなると思うんですけど、基礎の積み重ねっていうか、積み重ねがその伝統につながっていくんじゃないかと思うんですよね。単純にドーンドーンというのが本当に奥義っていうか基礎の基礎、それから発展してからどうしても派手なリズムだとかかっこいいことばかりやっちゃうとなかなかやっぱり表面的なものになっちゃうんでドーンとこないんですよね。僕は太鼓とか太鼓のほとんど振動が好きでもうずっと続けてるんで、体にもいいしやった後ビールもいい気持ちでやってるんで、お客様はやっぱ体にビシビシするのが気持ちいいって言ってくれるんでね。今やっぱり今の若い人はどうしてもかっこいいとか難しいリズムとかやりたがるんですよね。初めはそれからまたシンプルに帰ってくるんです多分ね。そうやったことがまた次につながるっていうか、また元のしてそれがまた次につながるとか、そんな感じだったね。伝統っていうのは多分僕たちやってたことが多分これからあと50年100年経てば当然伝統になるようにずっとやってもらいたいためになんか魅力ある太鼓をね若い子たちに伝えて、息子とかお弟子さんだとか本当ずっと死ぬまでやってもらいたい。今うちの生徒さんでも70過ぎてる人もいっぱいいますし、楽しいんで長く続いてもらいたいとか、それが一番ですね。なんか誠実であることですかね。楽器とか人でもそうですけど、自分がっていうんじゃなくて、この太鼓のことを考えて太鼓が一番どこがいい音が出るのかっていうのをずっと探し続けて、でそれに理由を持たせたのが流派で、それを守ってずっとやってきて理解してってやると、こう物事に対してとか人に対してとかこうちゃんと理由を求めて接していこうっていう風に、それはでも本当に太鼓から教わったことだなって。なんか本当にいい音出てるんだよっていうのをもう100人に1人でもいいんですよ、1000人に1人でもいいんですけど、あの人たちが叩いてる太鼓本当にいい音がするなって1人にでも思ってもらえたら、私の24年間には本当に価値があります。私夢なんですけど助力太鼓を伝統芸能にしたいんですよ。助力太鼓っていう伝統芸能を作りたいんですよ。私がもし死ぬ時に助力太鼓がこう伝統文化になっていく手伝いが、伝統芸能になっていく手伝いができたなって思いながら死んでいきたいんですよね。だから今の私の目標は100年後も200年後にも1000年後にも助力太鼓が残っていける手伝いをすることですね。